ゼミ生の皆さん、こんばんは。今日は11月7日ですね。岡田斗司夫ゼミ吉祥寺より生配信しています。ちょっとね、今日はね、喉がね、痛いほどではないけど違和感があるのでですね、喉あんまり使わないようにしなきゃなと思って、小さい声で話そうかなと思うんですけども、今日のゼミですね、タイトルが、今日、ゼミ第417回。417回なんですけどね。417回、ジョーカーウイルス。恋愛と友達と孤独とっていうタイトルになってます。先週の日曜に起きたですね、2つの出来事ですね。1つは平和なオフ会で、もう1つは、ちょっと社会にとって許せない殺人未遂事件ですね。社会を騒がせた事件が起こりました。その2つをですね、並べて考えるっていうのがですね、今日のゼミです。ただ僕の中でもまとまってないものをですね、今日途中段階で話すことになるので、ちょっといつものゼミとですね、違う感じですね。ゆっくり話しながら考えて、でみんなのコメント読みながらっていうですね、感じの話になると思います。この2つの出来事から現代の僕らの社会について考えていきたいと思います。選挙についてはないのねというコメントがありましたけど、はい、政治とか選挙にはですね、このゼミではですね、できるだけ触れないでですね、生きていくようにしたいと思います。まずは一つ目ですね、二つの出来事の一つ目、平和のオフ会です。10月31日にですね、新宿で、このゼミの視聴者を対象にしたひもてオフ会、さっき見せたやつですね、開催されたんですよ。で、午前中のですね、第1部は、10代の若者中心でですね、その半分近くがまだ高校生だったんですよね。で、彼らがですね、福岡とかですね、日本中の各地からですね、夜行バスで割と参加してくれたんですね。全然僕もイベントの主催のチームにそれ任せたもんで、どんな人が来るんだろうと思ってて、当日聞いたらですね、福岡とかですね、愛媛とかですね、仙台とか聞いて、そんな遠くからと思って、で、やっぱり前回で説明不足でみんな岡田斗司夫の話を聞きに来てるわけですね。ところが来た瞬間に、はい、じゃあ皆さん自分の悩みを話そうねって言って、僕はそれを嬉しそうに聞いてですね、他の人に意見聞いて、いわゆる回すっていうふうなことをやってるのですごい戸惑ったんですけども、みんな戸惑ったんですけども、もう途中からみんな話すっていう感じですね。すごい楽しかったんですけども、で午後からの第2部はですね、大学生とか社会人が中心で参加してくれました。で、彼氏や彼女ができない、本当に自分はそんなのが欲しいんだろうかっていう悩みについて語り合ったわけですね。で、面白かったのがね、年齢層による悩みの差で、午前中の高校生なんかの若いグループは、男女の間に友情は存在するのかっていうですね、いまだにそれかっていうですね、どうでもいいことで悩むんですよ。高校生の特徴、どうでもいいことで悩む。で、後半のですね、30代独身女性とかが参加している方に年齢層が上がると、結婚したかったわけじゃないんだけども、自分の生き方、最近これでいいのかと不安になるっていうですね、どうしようもない悩みになるわけですね。どうでもいい悩みとどうしようもない悩みですね。でもこの話し合いから僕に、割といろんなことが見えてきてですね、やっぱ面白かったのは、若い人は誰もが友達が一番大事って考えるんですね。多分見てる人も30代以下の人は共感してくれるんじゃないですかね。友達が一番大事だと考える。なので、それのおかげで恋愛が成立しづらいと。それどころか、下手に恋愛したり恋人いたりすると、友達との交流の邪魔になったりする場合もあると。しかしですね、これが30歳を超えるとですね、友達という頼りにならない、実はどうでもよかった人間関係っていうのは、ある種贅沢品であり、ある種安っぽい雑貨みたいになると。若い頃はなんかすごい楽しくて買い揃えていた雑貨が、年取ると、あれこれなんかちょっと恥ずかしいなみたいなもんで、友達というものがすごい輝いて大事に見えたものが、あれっていうふうになってくるんですね。すると必要になってくるのは、恋愛かっていうとそうじゃないですね。恋愛じゃなくて、家族とか結婚が必要になってくるんですね。それがそのオフ会を二部制にして年齢層で分けて、僕がなんか感じた実感でもあったんですよ。で、つまり、あえて言うならば、この恋愛の弱さって書いたんですけど、現代における恋愛がなんでこんなに流行らないのかっていうと、10代、20代は恋愛なんかより友達とか家族の方がずっと大事だと考えてる。ところがですね、20代後半から30代後半になってくると、相変わらず恋愛よりは結婚や家族の方が大事になってくる。つまり、友達っていうのが落ちて家族がそのまま残り、
で、そこに結婚が入ってくるわけですね。まあこれも家族問題というふうに言ってもいいでしょう。で、まあいろんな人と話してです。まあ後で具体的な話しますけどもですね、ここまで恋愛の必要度とか重要性が減ったんだなというふうに思ったんですけども、まあその辺は最近のアニメとか映画見ても明らかですよね。つまりスタンダードなステレオタイプな恋愛の成功っていうのをもう中心としなくなっていると。これは来週話すんですけど、来週アナと雪の女王2を話すつもりなんですけども、アナと雪の女王の1にしても2にしても、もう本当にかつてのディズニーものだったら恋愛こそがゴールであったはずが、家族というのをですね、中心に置いてきたのがやっぱ大ヒットの秘密というふうに言われてるんですね。で、今流行ってるというか、まあメガヒットしてる映画も大体ですね、その恋愛を主軸に置くのはもう10年近く前からやめているのが、まあ面白いところなんですね。で、つまり恋愛なんかしちゃうともっと大事なですね、その日常的なつながりがおろそかになっちゃうというふうに考えている人が多かったです。で、しかしですね、逆を言えばですね、恋愛だけがつながりに乏しいですね、社会的弱者のですね、最後の砦になっている場合もやっぱあるんですよね。で、それを強烈な形で僕らに見せたのがですね、10月31日のもう一つの出来事ですね。こっちはですね、許せない殺人未遂事件です。この事件を仮にですね、慶応ジョーカー事件というふうに名付けてみましょう。慶応ジョーカー事件はもう知ってる人ほとんどだと思いますけど、説明するとですね、10月31日の日曜日の夜ですね、東京都の調布駅付近で、その京王線の電車内でバットマンのジョーカーの服を着た24歳の男ですね、がいきなり特急車内で、特急の車両内で72歳の男性の胸をナイフで刺したと。で、車内のシートにですね、座席にですね、ライター用のオイルをかけて火をつけたというですね、事件です。これにより車内はパニックになったんですけども、駆けつけた警官にですね、犯人は、現行犯逮捕された。今、取り調べ中です。で、取り調べの経緯をマスコミ各社が発表したデータをですね、ちょっと並べてみると、犯人はですね、10月31日のハロウィンを狙ってですね、東京での群衆襲撃を考えていたが、つまり、本当言えば、渋谷なり川崎なりのハロウィンのですね、パニック状態になっている人たちを狙いたかったんだけども、8月になってですね、小田急線車内でですね、乗客が男に切りつけられた事件っていう、あれはあるのを知って計画を変更したっていうふうに説明しているそうです。で、今年6月にですね、この犯人はですね、客とのトラブルが原因で、それまでの仕事を辞めて、多くの人を殺して死刑になりたいというふうに考えて犯行を決意したというふうに言われています。で、その後各地を転々として、で、神戸のホテルにですね、滞在していた今年の8月頃ですね、自分のスマホでジョーカーが出てくる映画を改めて見た。悪のカリスマだと思った。ジョーカーに憧れたというふうにですね、取り調べで言ってるそうです。で、そこでですね、犯人がその6月以前にですね、転落するきっかけになったのが、なんで6月ちょっとしたトラブルで仕事辞めちゃったのか。その原因というふうに今、文藝春秋、週刊文春とかで言われているのが、付き合っていた彼女と別れてしまったからだという報道が今多いです。つまりですね、何なのかというと、恋愛こそが、つながりに乏しい社会的な弱者の最後の砦になっているというふうにですね、さっき言ったんですけど、これなんですね。その最後のロープが切られたからというふうにですね、週刊文春は報道しています。ここまでは報道されていることを述べただけです。本当に彼女がいたのか。いたみたいですね。コメント今読んでるんですけども。恋愛はリスクだ。初耳。初耳ですかね。もう結構報道されてるからみんな知ってると思ったんですけど、やっぱネットニュースとか見てると、自分がなんかいつも見てるもの関係ばっかり映ってくるからですね、見えなくなってくるんですよね。このエコーチェンバー効果ってやつで。恋愛できる弱者とかいるのか。それはね、社会的弱者と実は恋愛って関係ありそうで実は関係ない場合もあるんですね。社会的強者で恋愛しにくいっていう、このパターンもあるんですけども、社会的弱者だからこそ友達とか家族と縁が薄いがゆえに恋愛に一点集中でのめり込むという場合もあるみたいですね。こんなにも彼女がいたのにというですね、叫び声のようなコメントが今流れていますね。で、報道されてるですね、記事とかを読むと、
ジョーカーについての説明があります。ジョーカーとは何か、次々と殺人を行うアメリカ映画の登場人物で、容疑者はジョーカーに似た服を、容疑者ってここで書いてますよね。現行犯逮捕されたから僕は犯人でもいいと思うんですけど、容疑者ですか。容疑者はジョーカーに似た服をおよそ20万円で購入し、犯行に及んだと。容疑者がジョーカーの映画鑑賞などを通じ、殺意を強めていったとみられ、警視庁は詳しい経緯を捜査していますというふうに言ってます。で、警視庁のですね、発表というかですね、発表というんではなくて、これ日本のマスコミの変なところなんですが、アメリカだったら本当に記者会見するんですけども、そうじゃなくて、警察関係者が言ったことを新聞とかですね、週刊誌が報道する。誰が言ったか分かんないやつなんですけども、仕事で失敗し、友人関係もうまくいかなかった。っていうふうにですね、述べているそうです。あと、会社を辞めて死にたかったが死ねなかった。死にたかったんだけど死ねなかったと。死刑になろうと思った。当初は群衆を襲撃しようと考えていたが、騒いで逃げられると思い断念した。断念ですね。電車なら逃げられない。というふうに考えてですね、犯行に及んだそうなんですけどもですね。いろいろ関数あると思いますですね。自殺できなかったから、死ねなかった。だから死刑になろうと思ったっていうのは、最近よく聞きますよね。この辺がちょっと気になるところなんですよ。で、犯人の画像というのはですね、ネットにもうすでにいっぱい転載されてます。もうそこら中に載ってます。だから、このゼミではですね、犯人の名前、容疑者の名前を言ったりですね、あと写真を別に見せたりしません。写真で見る限りはですね、クリストファー・ノーラン版のバットマンに出てくるですね、ジョーカーですよね。だから、犯人自身が悪のカリスマで憧れたと言ってるので、ノーラン版で確定だと思います。しかしですね、ネットで語られる犯人像っていうのは、2019年版のその映画ジョーカーに近いんですね。つまり、このようなつながりがなくなっていく社会的弱者が、ついに、おかしくなって反抗したっていうのがネットの中でいろいろ言われたことなんですけども、もう2019年版の映画ジョーカーっていうのはですね、悪のカリスマというよりは、僕は悪のインフルエンサーと呼んだんですけども、善良な男が社会とのつながりを持てなくて、むしろ被害者側として途中まで書かれてるんですね。その被害者側だったものが、ひっくり返っちゃう映画なんですけどもですね、しかしその理不尽な社会に復讐するためにモンスター化してしまうですね、怪物になってしまって無差別殺人を犯して社会を扇動する側ですね、犯罪を扇動する側に回る、混乱を扇動する側に回るというお話です。これ映画の方の話ですね。同情すべき点があるのはですね。で、今回のですね、犯人に関してですね、おなじみの、ひろゆきくんですね。ひろゆきは、このように語ってます。あれは確実に無敵の人事件なんです。というふうに言ってます。で、逮捕されると普通の人間は職を失ったり社会的信用が下がったりする。もともとでも無職で社会的信用が全くないゼロの人にとっては逮捕というのは何のリスクにもならない。そんなわけで刑罰を受けることがリスクだと思わない人たちというのがこの世の中に存在しているのが現代の社会です。日本が法治国家であり人権を尊重する限り彼らが逮捕を恐れる可能性は非常に少ない。ちなみに個人的にこういう人を無敵の人と呼んでいたりします。ひろゆきの発言ですね。で、この社会が僕を受け入れてくれないんだったら自殺をするっていうのを日本人は選びがちだったと。かつてはね。日本人はかつてそういうふうに選びがちだった。でも自殺を考える1万分の1ぐらいで何人か殺してから死のうっていう人が定期的に現れる。これがひろゆきの意見です。ひろゆきの意見まだ続きます。いじめを見て見ぬふりをする人っていると思うんですけど、そういう人を見て見ぬふりをしていくと、社会に対して牙を向いてくることがあるっていうのは、もうちょっと考えて理解した方がいいと思うんですよね。というふうに言ってます。これはひろゆきが直接言ってるというよりはですね、ヘズマリュウとの、迷惑系 YouTuber ヘズマリュウっていう人との対話っていうのかな、言い合いの中で出てきた言葉みたいなんですけども、つまりひろゆきが言ってることは割と複雑なんですけど、まとめるとですね、慶応浄化男ですね、慶応浄化男のような犯罪者は以下のような、発生条件で誕生するんですね。これ数字付きで書いているのがひろゆきの意見で、この4番の丸付き数字は岡田による補足です。まず1番。
弱者を馬鹿にしたり見捨てたりすると、彼らの中の何パーセントかは無敵の人になってしまう。2番、無敵の人には通常の刑事抑圧対策である、犯罪抑圧対策である、法律や刑罰が無力である。3番、弱者を孤立させたり、いじめ続けたりすると、自殺してしまう場合が多い。しかし、1万分の1程度の確率で、何人か殺してやろう。自殺は怖いし面倒だから死刑にしてもらおうと考えるやつが発生する。4番、これ僕の意見です。そういうやつをモンスターと僕は呼んでます。モンスターは確実に死刑にしてもらうために、自分が本来望む以上の大事件や劇場型犯罪ですね。劇場型っていうのは感情がカッとしてという意味ではなくて、みんなに見られている目立ちたい、そういう犯罪を犯したいというのを劇場型犯罪と言います。を起こそうとすると。つまり、本来そいつがやろうとしている以上の殺人事件というのを起こしやすい。それがモンスターの特徴ですね。確実に死刑にしてもらうために。で、5番、またひろゆきの意見です。弱者を見捨てるとモンスターになる。なので僕たちや社会というのは弱者を見捨てたり放置すると不利益を受ける。ね。まとめるとこんな風になるんですよね。で、なんで僕はこういうふうにまとめるのかというと、ひろゆきの意見というのは僕にしてみれば、スッと頭に入ってくる、当たり前の意見なんですけども、一つ一つ取ってみると結構過激なことを言ってるんですよ。で、ひろゆきの論法というのかな、論の立て方っていうのは、中間で過激なことを言う。まずみんなが反感を持つようなパワーフレーズをバンバンパンチラインですね。僕はホリエモンの対談で言った、ひろゆきはパンチラインをいっぱい打って、最後割と平凡なことを言うんですよ。割といいことを言うんですね。つまり、社会的弱者を僕たちは見捨てていると良くないことが起こるよと。それは、その 9.11 テロの時にアメリカがそれまで弱い国に対してえぐい態度を取ってたからあんな犯罪が起こるんだ。だからアメリカは反省しなければいけないというですね、もう本当に中庸リベラルというのを言うんですかね。朝日新聞みたいなことをひろゆきは実は言ってんですよ。朝日新聞みたいな誰にもですね、反対されないような、割と安全なことを言ってるんですけども、途中段階のロジックというかですね、ワード使ってる用語がですね、強烈だから割と反感持たれるんですけど、基本的に僕はリベラル派のですね、すごい穏健な意見だと思ってるんですけどもですね、どういうふうに見えるのかな、ちょっとみんなのやつを見てたんですけども、そうですね、見出しがすごいというですね。で、だからひろゆき言ってるのは弱者を孤立させるなとかですね、ストレス解消のためにいじめるなっていうですね、割と真っ当な意見なんですけども、さてここで僕考えるのがですね、果たしてそんなことが可能だろうか。社会に無数にいるというよりは、はっきり言ってこの世の中の20% 近くが僕弱者じゃないかなと思ってるんですよね。それは僕らの社会が健康になったから、清潔になったからだというふうに僕は根本的には考えています。サイコパスの意見だと思って、ちょっと話半分に聞いてほしいんですけども、本来、猿を含めて人間みたいな哺乳類の種族というのは、生まれてきたらですね、その5分の1ぐらいはすぐに死ぬようにデザインされてるんですね。で、それによって強い個体が生き残って子供を残すっていうのが当たり前の社会なんですけども、ところが僕らの科学文明というのは弱者切り捨てをしなかったんです。すごいいいことなんですけど、弱者切り捨てをしなかった。なので、本来は、10歳まで生きられない、5歳まで生きられない、10歳まで生きられないような体の弱い子を徹底的に生かすようにしたと。その結果、大人になってから、アトピーになったりですね、いろんな反応が出てきたりするようになったと僕は思ってるんですけども、同時にですね、本来だったら人間社会で生きていけないような心が弱い人、集団生活が馴染まないような人、これ原始時代だったらですね、群れから無視されたり放り出されたり殺されたりしたような個体まで、この数百年間で僕らはそれを仲間として受け入れていて社会を作ったわけですね。で、その結果、その体が弱い人でも生きていける社会、心が弱い人でも生きていける社会という素晴らしい現代社会ができたんですよ。でもその素晴らしい現代社会の代償というのが必ずですね、そのメリットがあれば必ずそれに対するデメリットがあるのと同じようにですね、代償が発生したんですね。その代償というのがですね、その社会的弱者が孤立するという問題ですね。つまり僕らの社会というのはそういう人たちを生かすことはできるんだけども、受け入れることは果たしてできているのか。
そもそもそんなことが本当に可能なのかっていう根本的な問題が、すいませんね、今日はこんなめんどくさい話をするぞって思ってるから僕はもう黒いのを着てですね、黒いネクタイ締めてオールバックにしてるんですけども、すいません。たまにこんな話させてください。なのでですね、本当にこんなね、この問題解決可能なのかと、答える方向があるのかですね。僕考えてるのはですね、今日のゼミのタイトルなんですけども、このジョーカー事件っていうのは社会的なウイルスの一種じゃないかなというふうに考えています。つまりこのジョーカー事件というのを話題にしたり、人が考えたりニュース見たりですね、いろんな人と意見交換することによってジョーカーウイルスはですね、どんどん繁殖し、どんどんジョーカー患者が増えていく。でそのジョーカー患者の中から発症して、事件を起こすやつが確率的に現れるんじゃないかなっていうのが僕の今の考えですね。今日のね、無料ここまでなんですよ。本当に考えてる途中なのでですね、無料です。で、こっから先の考察、今のうちに言っときますけども、限定の方で語るんですけども、僕が考える正解はないです。ここがゴールだっていうのはないです。で、どうすればいいのかという処方箋もないです。今のうちに言っておきます。この答えのない問題のどういうふうに考えればいいのかという考え方だけ僕は提示できますので、答えでもなければですね、解決策でもない考え方だけをですね、掘り下げていこうと思います。次回はですね、ディズニーアニメアナと雪の女王2と、あと新作が準備されているトップガンについて語ります。もう喉がそろそろ限界なので、すいません、限定ではちょっと小声にさせてください。それでは、限定の方にですね、切り替えてください。感想、まだ大丈夫ね。感想とかある人はですね、お便りフォームの方にですね、書いていただければ僕ちゃんと読みますし、緊急性がある、お便りフォームで緊急性があるものは割とね、個人的にメールを送ったりしてるんですね。その件についてもちょっと限定の方で話してみます。それではお疲れ様でした。今週はの無料ここまでです。限定の方に切り替えてください。